皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。交差反応の基本式であるミカエリスメンテン式は一回微分方程式です。本式には解積解があります。しかしその式は濃度に対して因的であるため、時間を与えて基質濃度を直接計算することができません。これによりMM 式は通常初期値問題として数値的に解かれます。ただしその解には丸目誤差だけでなく打ち切り誤差なども含まれることから、計算値の精度チェックが必要になります。後の動画で述べるテーラー級数法によれば、初期値問題を超高精度で解くことができ、これにより精度チェックの手間を省くことができます。しかしながらこの計算法は理論がかなり複雑です。そこで本動画ではニュートン・ラプソン法を用いる超高精度計算法を紹介します。私はこの計算法を30年以上前に発案し、それ以来ミカエリスメンテン式の解を得るのに利用しています。本法の最大の利点は計算法の理解が容易であることです。MM 式は次の形で与えられます。記号の意味は前の動画第3章3の1を参照してください。1式は次の解積解を与えます。本式を使い任意の時刻 t における基質濃度 S の値を NR 法により計算する方法について考えましょう。NR 法では関数式 fx=0 の根を実式に基づく反復計算により求めます。NR 法の詳細は前の動画第8章8の9を視聴してください。根の値は丸目誤差程度の超高精度で得られます。3式を4式へ適用するため x を s で置き換えると4式は実式となります。ここで5式中の関数式は3式より次のように与えられます。また6式の同関数は実式で与えられます。過去の動画第9章9の4で示したように、微分値は数値的に計算することができますが、ここでは超高精度解を得ることが目的なので7式を使うことにします。5、6、7式を使い NR 法の計算アルゴリズムに基づく計算プログラムを作成しました。ここでは時刻 t を入力したときに6式の関係を満足する S を求めることになります。プログラムの説明は後の動画で行います。計算例を表に示します。ここでは VM、KM、S0 を1に設定しました。また時刻を0から10まで 0.5 ずつ増やしながら根を求めました。初期推定値には NR 法で求めた前の時刻での根を使用しました。基質濃度は1から最終的に10のマイナス4乗のオーダーまで低下しています。これらの計算値をプロットした図を右に示します。これより基質濃度は指数関数的に減少することがわかります。これは一般的な化学反応における反応物濃度変化の特徴ですね。次に時刻 t を0から100まで1ずつ増やしながら計算しました。しかし t が38以上では計算は収束しませんでした。そこで
6式の関数の形状を描きました。図に示す曲線は t が0から3までのものです。各曲線の横軸との交点がその t に対する根になります。曲線 Fs は s が小さくなるにつれて大きく減少し、最終的に縦軸に前進します。よって NR の初期推定値 S0 に対して F(S0) の接線は初期推定値よりも小さな S の値の横軸と交わります。t の値が大きくなると曲線は左へ移動します。したがって t がある値以上になると接線は横軸の負の領域で交わるようになります。この時6式に対数が含まれているため計算が破綻します。時刻が大きくなると計算できなくなるのはこれが原因です。そこで NR の初期推定値を前の収束値の10分の1に設定して再計算を行いました。これにより t イコール1から100までの計算がスムーズに収束するようになりました。反復回数は7回程度です。これは NR の初期推定値が収束領域内に設定されたことを意味します。t イコール100における s の値は10のマイナス43乗まで減少しています。通常このような小さな値まで計算する必要はありません。ここでは計算法の性能を明らかにするため極端な計算を行っています。次に得られた計算値の精度の検証を行いました。各時刻における S の収束値を3式へ代入し t を計算しました。表の右端の値 tr はその計算値であり、これは左端の時刻 t と完全に一致しています。これより S の計算値が丸目誤差程度の超高精度で求められていることがわかります。倍精度計算では数値が10のマイナス308乗になるまでの計算が可能です。t を0から1ずつ増加させ、初期推定値を前の収束値の10分の1に設定して計算すると t イコール709で S が10のマイナス308乗のオーダーとなりました。よってこれ以上の計算はできませんでした。NR では初期推定値にどのような値を設定するかが重要となります。根の周辺に初期推定値を設定しなければ計算が収束しなかったり、収束までに長い時間がかかったりします。今回の計算が破綻してしまう原因は、新しい推定値が負の値を取ることにあります。そこでこの問題の解決策を検討しました。一つ目は、推定値が負になったらこの値の絶対値を計算し、これを次の計算で用いる方法です。二つ目は、初期推定値を10のマイナス300乗に固定し、左側から根へ近づく方法です。しかしこれらは収束までの時間が長くなったり収束しなかったりして実用的ではありませんでした。結局 t を0から1ずつ増加させ、初期推定値を前の収束値の10分の1に設定する方法がベストでした。ここに根の近傍に初期推定値を設定しなければならないという NR 法の欠点が見えます。理想は一つの固定した初期推定値からいつでも10回以内の反復計算で根を探せるようになることです。この問題は第4章で述べることになる S システム解法で解決できます。
これについては後の動画でお話しします。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。